皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。人質の朗読家、小川陽子さんです。ざっくりちょっとストーリーをお話しますと、日本のツアー客グループが海外に行きました。相当海外の田舎の方、不便なところで、どっかの遺跡かなんか見て、で、もうそろそろちょっとホテル行こうかみたいなタイミングになって、9人乗ってました。マイクロバス。で、そのマイクロバスが現地の反政府ゲリラの襲撃を受けて拉致されます。で、運転手だけ解放されるんですよ。で、残りの8人は監禁されます。逃げた運転手は近所の村までもう方法の体で逃げていって、そこで事件が発覚するということです。この人質は長い間監禁されて、で、警察とか現地のね警察とか軍とかが最終的にはこれ100日ぐらいだったかな、監禁されてるんですけども、結果警察軍が突入してですね、銃撃戦になって犯人は死亡するんですけども、犯人グループが仕掛けたダイナマイトによって、全員が爆死して、この爆死の中にはこの被害者全員が含まれているという状態で、全員死亡という結末でこの拉致事件が終わります。で、その事件の後にですね、現場検証しますよ。で、そこでダイナマイトですからあらかた粉々になってるんですけども、いろんな切れっ端とかになんか文章が書いてるのが見つかる。全員の筆跡の文が見つかってですね、これなんだってことになった。で、実はこの長い期間の間に、当然人間ですから飲み食いをしなくちゃいけないので、人質の安全確保のために飲み物食べ物というものが、軍警察から差し入れが入ってましたが、その差し入れの中に盗聴器が仕込まれてました。で、当然、警察特殊部隊、軍の特殊部隊がその盗聴器を使って中の音声を聞いてました。海外の人たちなので日本語はわからないです。でもなんか喋ってるなって。で、録音はされてました。後々この事件の後ですよ。その録音の解析と、それからそのなんか切れっ端に書いてあった文章などから、この人質たちが夜、いわゆる何かに書いたものを朗読して一人一個みたいな感じで夜を過ごしてたということが判明します。で、その話を録音されてますから、遺族に提供しようかということになったんですよ。で、そこから話が進んでいって、これをラジオで放送しましょうかということになって、遺族たちがそれを承諾します。で、ラジオ放送されて、最後にこの盗聴をしていた特殊部隊のメンバーが一人最後に自分も何か語るということで語ることになって、全部で9つのお話が入っているという感じになって、毎夜毎夜1人1話分で9話、9回の夜に分かれて夜ラジオで放送されたというお話です。で、9人の話の中で8人は当然、拉致されて、言葉もようわからんような連中に捕まってて、もう殺されるかもなという感じの状態です。ですから、死を覚悟しますよ。で、最後の思い出として話をする。お互いにツアー客ですから、お互いの数字を詳しく知ってるわけじゃないんですよ。ただ、いやもうなんかちょっと話をしようかってなった時、あなたはどんな人なのっていうところからで、いろんな話もしたんでしょう。で、最後に散々話してから最後にちょっと思い出話でも語ろうかみたいになったんでしょうね。死ぬ直前に話すことですよ。そしたら、いろんな人が話してるんですけど、彼らが語ることって身近な死、
散々話した後なんですよ。どっかのすき焼き食いたいとかなんか帰ったら酒飲みたいとか、そういう話散々した後、なんか話すことないかなってなった時に、最終的に人間って死ぬ間際ってこんな話するんでしょうね。で、担当者、この特殊部隊の最後の第9夜目で話すじゃないですか。で、この人は生きることについて語るんですよ。生について語る。もうこれはもう立場が決定的に違うんで、話す内容っていうのは当然違ってくるんですけども、そのドラマチックなしでも何でもないんですよ。もう淡々としたもう一回しか会ったことないような人の話とか、なんか一回というかポンとちょろっとみたいな感じの人の話とか、だから付き合いが長いとか何十年も見てあげてみたいな話ではない。でも印象に残ってる詩ってあるんです。どんな人にも。でそれを語ってるのね。でこのメンバー語ってる人間、9はありますけども、そのうちの8人は人質で、なんとなく死も予感してたんでしょう。死ぬかもなって。人質って死ぬんです。あらかた、死ぬだろうなというふうな感じなんで、死に、この場だったら殺されるだろうなっていう感じを受ける。で、今この話の中で語っている人たちってのは人質で、他者の死を語ってます。つまり自分は生きてるけれども、今自分が語ってる相手っていうのはすでに死んでおりますっていう話です。ということは、今このストーリーの中で語ってる語り部たちはいずれ自分も死ぬ。そしたら自分のことも人に語られるだろうなというふうになる。みんな人は死ぬんです。これ平等なんです。人質だけじゃない。そしたらいずれ人ってのは死にますよ。そしたらこの死んだ人はですね、こうだったよあの人って他者に語られるんです。これが今回のこの本の読者なんですよ。これが。で、皆さんこれ今僕の動画を見てて聞いてる人っていうのは、一体実際にあなたが死んだ時にだよ。僕も含めて僕も死ぬよ。そしたらあなたは一体どんな風に語られる人なんですかという投げかけです。恐ろしいこと言うなこの人で、そう言われたら人間、ちゃんとしなきゃって思うよ。そしたらどんな風に語られる人か、こんな風に聞かれたらこれはね、重荷ですよ。やっぱりそりゃそうだよ、ちゃんとしなきゃって思う。でもちゃんとしなきゃって感じてて重い、それが重いっていうのって割とあるんじゃないですか、日常生きてると。これで、それは職場であれ学校であり親戚関係友人関係の中でもちゃんとしなきゃっていうのはありますよ、そりゃ。でも淡々と語ってるんです、この語り部たち人質たちは全員。大騒ぎしてないんですよ別に。で普通の話をしてる。もう大立ち回りがあって大変だったみたいな話は出てこないんです全然。つまり平然と生きましょうということですよ。ちゃんとしなきゃなんていうのじゃない、実は人生って。でいずれ死ぬっていうことを考えたら我々みんな平等に人質みたいなもんですよ。
みんな。で、そしたら、ああ、ダメだ、おしまいだって思うこと生きてらありますわ。そら。で、そういう時に、今が辛ければ過去、あるいは他人を、まあ、いわゆる時々眺めて生きるっていうことは、決して悪いことではないんだというテーマです。これ。ということで、私ここ選びました。240ページ6行目からちょっとずっと5、6行バーっとくる文章あるんですけども、これもうラストのページなんですけども、そうだよな。淡々と生きようと。もうダメだとかってね、思わないで、ね。ということを言うている小川陽子の作品です。人質の朗読会、小川陽子、いい作品です。読んでください。読書の達人です。読書の達人でした。